ダグラス・マッカーサー将軍でした。GHQ の狙いはアメリカに倣って日本に民主的な政府を確立することにありました。ノーマンの日本に対する卓越した知識を高く評価していたアメリカ政府はカナダ政府に掛け合い、ノーマンを左官待遇という破格の地位で占領軍に迎え入れます。ノーマンは GHQ で日本についての情報の収集や分析にあたり、占領政策に大きな影響を与えることになります。ノーマンは戦後間もない1945年10月、マッカーサーの命令で共産主義者を含む政治犯を釈放するため府中刑務所に出向きます。ノーマンはそこで出会った光景をカナダの妻に書き送っています。一番エキサイティングだったのは、東京郊外の府中刑務所を訪問し、連合軍側の将校として初めて投獄されていた政治犯たちに会ったことだ。中には19年間も獄中生活を送っていた共産党員もいた。彼らにマッカーサー将軍からの釈放命令を告げるほど気持ちのいい仕事はなかった。こうしたノーマンの喜びはイデオロギーとは関係なく政治犯に対する同情心から出たものでした。しかし GHQ の中には共産主義者の釈放が度を越していると考える者もいました。その中の一人が情報部にいたウィロビー将軍です。ウィロビーはスペインの独裁者フランコの熱狂的な支持者であり、マッカーサーはウィロビーを愛すべきファシストと呼んでいました。1945年10月に結成されたのが在日本朝鮮人連盟、いわゆる朝連です。翌年10月には在日本朝鮮居留民団、後の韓国民団が結成されました。当時最大の規模を誇った組織は朝連でした。朝連は労働問題の解決や民族教育の要求など在日コリアンの運動の中核を担っていくことになります。一方、戦後日本の占領を指揮した GHQ 連合国軍総司令部のダグラス・マッカーサーは日本の民主化を進めていきました。 GHQ による民主化政策の一つが日本共産党幹部ら政治犯の釈放でした。そこには天皇制の廃止、民族の独立を訴え日本共産党と運動を共にしてきた朝鮮人活動家の姿もありました。共産主義を掲げるリーダーを迎え、朝連は GHQ の民主化政策のもと運動を推し進めていきました。この頃朝鮮半島ではアメリカが警戒を強める事態が進んでいました。北緯38度線を境にソビエトとアメリカが分割占領してきた朝鮮半島。朝鮮の独立国家樹立をめぐって調整機能を果たしてきた米ソ共同委員会が決裂。アメリカは南朝鮮で単独選挙を行う準備に取り掛かりました。単独選挙は朝鮮半島の分断を招くとする反対派の動きも活発化。1948年4月3日、チェジュ島で共産主義者や島民が放棄するとアメリカ軍の指揮のもと、後にチェジュ島4・3事件と呼ばれる武力弾圧が始まりました。チェジュ島で起こった民衆放棄、アメリカはこの動きが日本にも広がることに神経を尖らせていきます。チェジュ島4・3事件から1週間後の4月10日、アメリカ極東軍は警告を発しました。朝鮮半島での大きな暴動と連携して在日コリアン、特に大阪地区の異端分子はアメリカ軍の占領統治を困難にするためデモを行い暴動を起こし他の民衆騒乱を助けるかもしれない。当時日本全国の治安を統括していた第8軍司令官ロバート・アイケルバーガーは事態を深刻に捉えました。アイケルバーガーは日本の治安を乱す危険分子として共産主義者や彼らと運動を共にする在日コリアンを挙げています。4月18日、毎日日本における我々の立場が
どんどん深刻になっていることに気づく。ダイナマイトの樽の上に座っているような事態。4月21日。危険なコリアンは56万人もいる。一方、我が陸軍は多くの遠隔地に分散された4万5千人しかいない。そして4月24日、神戸。在日コリアンと GHQ 治安当局とが衝突し、後に阪神教育闘争と呼ばれる事件の火蓋が切られます。警官を動員した学校閉鎖の強制執行に抗議し、在日コリアンは兵庫県知事を取り囲みました。解放しようとした占領軍の兵士 MP を交渉団は実力で阻止。知事は学校閉鎖を撤回するに至りました。直接制圧に乗り出したアメリカ軍神戸基地司令官は当日夜非常事態宣言を発令。知事の約束は無効とされました。事態を受け神戸に入ったアイケルバーガーは26日知事室を視察。神戸基地司令官らを集め緊急会議を開いています。県庁内の知事室に行った。ボートは室内を徹底的に破壊。家具は壊され、壁は破られた惨状。阪神教育闘争の弾圧などで GHQ への反発を強めた調練は、朝鮮半島の分断を受け北朝鮮への支持を明らかにしました。一方、危機感を募らせたマッカーサーは在日コリアン政策について本格的な再検討に乗り出していました。アメリカ国務省から派遣されたリチャード・フィンはマッカーサーの要請を受け、在日コリアンの現状と対策を記したリポートを作成しました。日本人との危険な摩擦を起こす多くの在日コリアンは極東における重大な不安定要因となっている。 GHQ は在日コリアンの自発的引き上げを推進する政策を取るべきだ。1949年9月、吉田内閣は調練などを暴力的反民主主義的組織に指定。組織解散の実力行使に乗り出しました。以降、解散や接収に抵抗した各地の在日コリアンの団体にも強制執行が続けられてゆきます。1950年6月、朝鮮戦争が勃発。韓国を後押しするアメリカは国連軍として参戦。ソビエトの支援を受けた北朝鮮に中国の義勇兵も加わり、朝鮮半島は激戦の舞台となりました。戦争は在日コリアンの社会にも分裂をもたらしました。韓国を支持する民団は祖国防衛のために戦う志願者を募り戦場に送りました。一方、解散させられた元調練の人々は反戦反米の闘争を激しく展開します。